どうもコロってくださいです。今回はドラゴンボールから18号のフィギュアを作ります。ご存知の方も多いと思いますが、ドラゴンボールの原作者の鳥山明先生が今月亡くなられたそうです。ドラゴンボールは世界中で大人気の漫画で、視聴者の中にもドラゴンボールを読んで育ったという方は多いと思います。僕はドラゴンボールのリアルタイム世代ではないのですが、小学校低学年くらいにドラゴンボールを読んで、それからずっとファンです。人生で一番読んだ漫画は間違いなくドラゴンボールだし、人生で一番ハマった作品も当然ドラゴンボールです。小さい頃からドラゴンボールが大好きで、当時、お店に買い物に行っては、お小遣いでガチャガチャのドラゴンボールのフィギュアを回し、ずっとコレクションしてました。HG シリーズという200円のガチャガチャで、小学6年生くらいまでは、ずっとこのシリーズを集めてました。でも、当時それなりにシリーズの段が進んでいたので、買えてない昔の段のフィギュアは、親に車を出してもらって、中古フィギュアショップでコツコツ買ってました。ああいう店って、ちょっと値段高いんですよね。ガチャガチャの定価200円のものが、普通に600円から1000円くらいで売ってて、小学生のお財布にはきつく、お小遣いすべて使っても、1、2体しか買えませんでした。だからこそですが、どれを買おうかと悩むのは楽しかったです。そんな感じで、幼少期からドラゴンボールのフィギュアを集めてたんですが、今でもずっと集めてます。さすがに今は手放したフィギュアも、それなりにありますが、自室のフィギュア棚にはドラゴンボールゾーンがあって、ドラゴンボールだけは新作のフィギュア情報とか、こまめにチェックもしてます。これだけドラゴンボール好きと言いつつ、ドラゴンボールのフィギュアは自分ではあまり作っていないのですが、これには一応理由があって、基本的にフィギュアを自分で作るのって、フィギュア化されてないものが欲しいから自分で作るというパターンが多く、ドラゴンボールはクオリティの高いフィギュアが公式からたくさん出てるので、自分で作るまでもないみたいな感じになってます。ドラゴンボールで唯一作ったのが人造人間21号で、これは当時フィギュア化されてなかったんですよね。21号はめちゃくちゃ好きなキャラクターです。ドラゴンボールは魅力的な女性キャラがすごい多いですよね。ブルマ、チチ、18号、リーデル。ちなみにランチさんは変身後がタイプです。気の強い女性キャラめっちゃ好きなので、ドラゴンボールの女性陣は大体好きです。その中でも、今回作っている18号はかなり好きですね。18号は最初、敵として登場したキャラで、ベジータを圧倒するほど強く、怖いイメージでしたが、最終的にすごい可愛くなるんですよね。魔神宮編だと、めちゃくちゃいいお母さんしてて、セル編とのギャップがすごいです。18号はとても人気のあるキャラクターなので、フィギュアもたくさん出ています。個人的には造形天下一武道会さんの18号のフィギュアが好きです。ドラゴンボールのフィギュアは本当にめちゃくちゃクオリティ高いんですよね。ガチャガチャの HG シリーズ。ゲーセンのプライズフィギュアもクオリティめっちゃ高いです。あと、なんといってもドラカプですね。作中のワンシーンがそのまま立体になっているフィギュアで、小さいながら名シーンが細部まで造形されていてすごいです。ちなみに、魔神宮とサタンのこのドラカプが一番好きです。実は魔神宮編めっちゃ好きなんですよね。ドラゴンボールといえば、やっぱりフリーザ編が人気で、時点でセル編、魔神宮編みたいなイメージなんですが、
個人的には魔神宮編が一番好きです。魔神宮編は結構ギャグ成分多めで、初期ドラゴンボールっぽい雰囲気があるのがすごくよく、それでいてしっかりシリアスで、ベジータが悟空に追いつくために、わざとバビディに洗脳される葛藤とか、ブーに懐いていた犬を撃った男を怒ったサタンがボコボコにするシーン。魔神宮を圧倒したご飯が吸収された時の絶望感。やっぱり面白いな、ってなります。あと、僕がドラゴンボール全編を通して一番好きなシーンも魔神宮編にあって、バビディに洗脳されたベジータと悟空が戦うシーンで、おかげで今はいい気分だぜ、とベジータが言った後の悟空の本当にそうか？このシーンが一番好きです。対フリーザの時のだから滅びたのシーンもですが、悟空って結構確信をついた一言を言うんですよね。とか語ってるうちにもう組み立てです。原型完成です。今回全く解説してないですね。語りたいことが多すぎて。ドラゴンボールは本当に青春でした。小学生の頃、休み時間やプールの時間にドラゴンボールの必殺技ごっこをして、学校が終わったら駄菓子屋でドラゴンボールのシールを買い、あと、ドラゴンボールのカードダスもめちゃくちゃハマりましたね。今はスーパードラゴンボールヒーローズですが、当時はダブル爆裂インパクトというやつで、その次のドラゴンバトラーズもずっと遊んでました。ドラゴンボールの思い出は数えきれないくらいあります。そしてこれからもドラゴンボールの思い出が刻まれていくと思います。鳥山先生、本当にありがとうございました。そろそろ完成です。いつでも